字はずんだもんなのだ。今回は2022年8月に行われたデュエリストカップの分析をしていくのだ。僕は電脳勇者を使って参加して4日間で300試合戦ったのだ。正直全然勝てなくて3万ポイントで500位くらいの結果となったけど、その一戦ごとに全てデータとして記録したのだ。今回はそのデータに基づいてデュエリストカップのまとめをするのだ。何かの役に立てば嬉しいのだ。まずはデッキ分布から見ていくのだ。多かったデッキトップ3はこちらなのだ。一番多かったのは天勇者なのだ。レッドローズドラゴンからバロネスを出しつつ、いわゆるハリラドン展開で強力な制圧盤面を作るデッキなのだ。先行での強さはもちろん、後攻でめくる力もある使用率1位にふさわしいデッキなのだ。そして使用率2位はエルドリッチなのだ。環境トップと予想されていた勇者デッキに対して御前試合やサモンリミッターのような強力なトラックカードで立ち向かっていったのだ。さらに変異勇者の対応展開をめくるためにラバゴーレムや金玉の採用が多かったのもとても印象的だったのだ。使用率が 10% を超えている変異勇者とエルドリッチがティア1と言えるのだ。次いで多かったのは僕も使った電脳界なのだ。手札事故が起こりやすいという欠点を持ちつつ、先行で VFD による絶対的な制圧と後攻でのめくる力やリソースの残りやすさを持ち、とても優秀なデッキなのだ。電脳界の使用感については後ほど詳しく語ろうと思うのだ。4位以下はこんな感じなのだ。電脳界とほぼ同じくらいだけ勇者グッドスタッフが使われていたのだ。勇者グッドスタッフはグリッターやカーボネドンのような一枚書道を搭載し、手札事故が起きずにハリラドン展開をするデッキなのだ。自由枠が多く手札誘発やデスペニギミックを搭載させデッキパワーを上げているのだ。第5位は不安なリースなのだ。先行で炎天や結界像のような妨害を立てて相手を動かせずに勝つデッキなのだ。特殊召喚をせずに動くのが特徴的なのだ。その影響もあってか今回デュエリストカップ全体で増殖する G の採用が減った気がしているのだ。使用率7位はフランキッズなのだ。1枚書道から大量に展開しつつ相手のモンスターを全て破壊するハウスバトラーで盤面を荒らして勝つデッキなのだ。高い安定性とリソース回収能力が魅力的なのだ。以上が使用率 5% を超えているデッキなのだ。電脳界勇者グッドスタッフ不安フランキッズがティア2のデッキと言えるのだ。これ以下のデッキはたまにしか見かけないというイメージなのだ。思ったよりいろんなデッキがあって楽しかったのだ。ただ今回のデータで注意しなくちゃいけないのは不明なデッキが 18% もあったことなのだ。これはつまり僕が先行展開しているのを見て何もせずにサレンダーしてしまったデッキなのだ。僕が使ったのは電脳界なのでモンスターを使って展開するデッキはこの不明に含まれやすく、エルドリッチのような展開しないデッキは不明には含まれていないと考えられるのだ。それを踏まえてこの使用率を見直すと勇者系デッキや電脳界不安フランキッズなど先行が強い展開系デッキはもう少し高い使用率なのが実情だと思うのだ。続いて先行後攻について分析していくのだ。現代遊戯王において先行を取ることは重要で個人的に興味もあって調べていくのだ。まずは基本的なことからなのだ。このグラフはその試合数の時点で通算先行率がどれくらいなのか表しているのだ。このグラフを見ると最初はやや先行率が低かったけれど試合数を重ねるにつれて先行率ほぼ 50% に収束していることが確認できるのだ。正直当たり前のことなんだけれどなぜか僕は後攻ばかり引くのだという人は気のせいだと証明されたのだ。これを踏まえて現代遊戯王で先行と後攻がどれほど勝敗に影響するのか見てみるのだ。このグラフは勝った試合負けた試合のそれぞれで先行後攻がどれくらいの割合になっているのか表しているのだ。青が先行でオレンジが後攻なのだ。勝っ
勝った試合の 66% は先行だし、負けた試合の 69% が後攻だとわかるのだ。これは先行有利な環境を示しているのだ。一方で勝った試合の3分の1は後攻だし、負けた試合は3割ほど先行で思ったより偏っていなかったのだ。ただしこれは電脳勇者のデッキによる結果で、電脳勇者は後攻からめくる力と先行の手札事故があるということには注意をするのだ。というわけで他のデッキでも見てみるのだ。今回ティア1とした電勇者とエルドリッチについて、僕の電脳勇者に勝った試合が先行後攻どのくらいの割合となっているのか調べてグラフにしたのだ。電勇者は勝った試合の 24% も後攻だけど、エルドリッチは勝った試合の 14% しか後攻じゃないのだ。補足情報として、電脳界はエルドリッチに有利なデッキなのだ。つまりエルドリッチは不利なデッキに対して先行じゃないと勝てないということがわかるのだ。この結果から遊戯王は先行ゲーだと一概に言われているけど、それは自分の使うデッキに対して明らかに不利なデッキが環境に多いかどうかが大きく関わってくると言えるのだ。最後になぜ僕が電脳勇者を使ったのか説明するのだ。今後のデッキ選びの参考にしてほしいのだ。まず大前提として、先行しか勝てないようなデッキは候補外なのだ。データで示されたように先行は 50% しか来ないのだ。ポイントを盛るためには後攻でも勝てるデッキが必要なのだ。電脳界は先行 VFD だけのデッキと思われてるかもしれないけど、神論という後手まくり最強カードやおなじみのアーゼウスを使うことで後攻も普通に勝てるデッキなのだ。さらに環境を見ると電勇者とエルドリッチが多いと予測できていて、特にエルドリッチをカモにできる電脳界はポイント稼ぎで有利だと思ったのだ。実際にエルドリッチとの対戦では勝率は 65% と高い数字になっており、電脳界のエルドに対する有利さがわかるのだ。電脳界の課題は手札事故だけだけど、これは手札誘発の枚数を減らして対応したのだ。環境トップの電勇者はグリフォンやバロネスで誘発貫通をするので、手札誘発はそこまで有効にならなそうだと思ったのだ。以上が電脳界を使った理由なのだ。僕のポイント推移を見せておくのだ。2万ポイントまでは順調に上がっていったのだ。ただ2万ポイント前後で沼にはまってしまったのだ。勝率はどんどん下がるし、心も折れていく時間だったのだ。最終日はもう時間がないからか、すぐサレンダーしてくれる人も多く3万ポイントまで到達したのだ。今後デュエリストカップを走る人は僕みたいに心が折れずに頑張ってほしいのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いするのだ。